はじめまして、ヒョンソンです。今回の動画はソウルの歴史についてご紹介しようと思います。歴史と聞くと難しく考えがちですが、今回の動画はそうではありません。なぜソウルが首都となり現在のような姿になったのかについて5分以内で簡潔に説明いたします。では今から始めましょう。ソウルは韓国の首都です。それではなぜこの場所が韓国の首都になったのでしょうか。やはり地理的な特性が大きな理由ではないかと思います。ソウルは地理的に朝鮮半島の中央に位置しています。ソウルの周辺には東西南北に山脈が位置しており、敵の侵入を防ぐのに適していました。また、東から西へ流れる非常に大きな川である한강があり、人々が生活するのに適していました。このようにソウルは山脈と水路が巧みに調和した美しい場所であり、人々が住むのに適していたため、一極の首都にふさわしい場所でした。ソウル旅行を調べる際、歴史まで知る必要があるのかと思うかもしれませんが、歴史を知ってみるとその場所が異なって見えることがあります。ソウルの昔の名前はハンニャンと言い、これは한강の北側に位置していることを意味します。朝鮮時代には四大門の周辺 4km 以内の地域を指していました。こちらをご覧になればわかるように、昔のソウルはこのように小さく川の北側にのみ位置していました。ソウル北部に観光地が多い理由、お分かりになりますか？ハンニャンは1910年に日本の支配が始まると、慶長府と名前が変わりました。日本の支配が始まるとともに、日本人の輸入が増え、現在の명동と충무로が大きく発展しました。명동、충무로周辺の中心町は本町と呼ばれ、中心市街地を形成しました。1930年代には朝鮮最初の百貨店である三越百貨店、ジョージア百貨店もすべて명동近くで開業しました。代表的にソウル駅も日本統治時代に建てられました。ソウルという名前が使われるようになったのは1945年の第二次世界大戦が終わった後からです。しかし、解放の喜びもつかの間でした。1950年6月に韓国の南北戦争が勃発し、ソウルは再び廃墟と化しました。1953年9月に戦争が休戦となり、ようやく都市の復興が徐々に始まりました。1960年代に入ると、地方から多くの人々がソウルに輸入し始め、人口が増加しました。한강の奇跡という言葉を聞いたことがあるでしょう。南北戦争後の産油国だった韓国は、驚異的な速度で発展を始め、徐々にソウルへの人口集中が進んでいきました。そのため、ソウルの拡張の必要性を感じ始めるようになり、この状況に決定的な影響を与えた出来事があります。1968年に北朝鮮のスパイが大統領がいる청와대を襲撃した事件がありました。この事件は当時のソウル市民に国の首都が北側に非常に近いという危機意識を与えました。これにより韓国はソウルの機能を南側へ分散させる必要性を感じ、未開発だった江南地域の開発を始めました。1963年にソウルの領域が 1.3倍に拡大され、江南地域の開発が本格的に始まりました。その後、都市の規模が徐々に拡大し、現在は面積605平方キロメートル、人口1000万人の大規模な都市になりました。これまでに簡単にソウルの歴史を紹介しましたが、いかがでしたか？
湖北側に宮殿や育まうるように豊富な雰囲気を感じる観光地が多い理由がお分かりいただけるでしょうか。逆に比較的遅く開発された江南側は압구정ロデオ通りやコエクス、ロッテワールドのような現代的な建物が多いです。それではソウルに関する簡単な歴史紹介はここまでにします。次の動画ではソウルで訪れるべき観光地についてご紹介いたします。次の動画を見たい方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。